森マーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。プロフリーダイバー梶真理子さんとプロマーメイドスイマーミサさんによる合同練習会に参加しました。フリーダイバー、スキンダイバー、マーメイドが広大な外資アリーナプールに大集合というとても贅沢なコラボイベントです。梶真理子さんとミサさんのインタビューとともに当日の様子をご覧ください。2022年6月28日火曜日、愛知県名古屋市南区にあります日本外資アリーナ飛び込み用プールにて、プロフリーダイバーの梶真理子さんとプロマーメイドスイマーミサさんによる合同練習会が開催されました。日本外資アリーナのプールの大きさは25メートル ×25 メートルあります。一番深いところで水深5メートル、浅いところで3メートルの水深となっています。水温は27度です。まず主催のお二人についてご紹介いたします。フリーダイバーの梶真理子さん、愛称は梶真理さんです。プロのフリーダイバーであり、数々の国際大会に出場している選手です。フィリピンと石垣島を拠点にインストラクターとして活動されています。なんとこの合同練習会に合わせてフィリピンから帰国されたんですよ。この練習会はプロのフリーダイバーから直接ご指導いただいたり、間近で巧みな技術を拝見できる絶好の機会だったんですね。そしてマーメイドミサさん、沖縄本島、東京、大阪を中心にマーメイドスイムのレッスンを開催されているプロのマーメイドです。2017年にフリーダイビングを始めたのがきっかけでマーメイドスイムの世界に飛び込みました。2020年に SSI が日本でマーメイドライセンスコースを導入してからはインストラクターとして指導されています。他にも水中モデルやマーメイドツアーの主催など幅広く活躍されています。そんなお二人がタッグを組んで愛知県名古屋市の日本外資アリーナで合同練習会を開催すると知って、私も参加させていただくことになりました。今回はパリのフリーダイビング、スキューバダイビングのインストラクターである片山茂さんも指導員として参加されていました。片山さんがインストラクターの資格を取得したのは50代を過ぎてからとおっしゃっていて、ダイビングの先輩として非常に心強く感じました。この日の参加者は20名近くいらっしゃいまして、練習会としては大人数だったんですね。なのでプールではスキンダイビング組とマーメイド組に分かれて練習をしました。スキンダイビング組は梶真理さんと片山さんからレクチャーがあり、我々人魚組はミサさんに教えていただきました。途中で先生方が交代したり、また全員一緒に泳いだりと、かなり自由度が高い練習会でしたよ。これだけのスキンダイバーが集まると壮観です。ロングフィンの方が多かったですね。かっこいいですよね、ロングフィン。水中のおもちゃも用意してくださいましたよ。これは水中フリスビーです。面白いでしょ？水中で使う専用のフリスビーなんですよ。水中フリスビーキャッチも楽しめるんですね。それからこちらは輪くぐりですね。もともとはフラフープかもしれません。このような水中のリングをくぐるのはすごく良い素潜りの練習になります。私も以前フリーダイビングを習っていた時に毎回輪くぐりトレーニングをしていました。慣れると車の運転の車幅感覚みたいに自分のフィンの幅が直感でわかるようになるんです。リングにフィンが引っかからないようにうまくくぐれるようになるんですね。まるでフィンが自分の足の一部になったような感覚です。これは超おすすめの練習法ですよ。そしてロープ。これもフリーダイビングの練習の定番です。ロープを伝えながらこまめに耳抜きをしたり、ロープに沿って垂直に潜行する練習ができます。これは人魚の皆様もぜひチャレンジしてみてくださいね。スキンダイビングに慣れるとこんな遊びもできますよ。スキンダイバーの連結です。ドルフィンキックが上達しますね。すごく楽しそうです。みんなで輪になって回っています。水中を舞台にしたダンスのようですね。皆さんとっても上手です。そして撮影の方も素晴らしい技術力です。一方マーメイドの皆様はというと、みんなで息を合わせて一斉にダイブ。これだけマーメイドがいると豪華です。息を合わせるのが結構難しかったですね。というのも私も含めて半分ぐらいのマーメイドが裸眼で潜っているからなんですよ。ご存知の通り、人間は水中だと物がぼやけてしまってよく見えません。だから他の人魚さんとぶつからないように気をつけないといけませんが、どっちの方向に進んでいるのか、どのくらいの深さを潜っているかわからなくなってしまったりします。時々背中で浮いて休んだりしつつ、テイク1、テイク2、
テイク3と何度もみんなでチャレンジしました。みんなと一緒に息を合わせて泳ぐのはとても良い練習になりますね。はい。ではここからはかじまりさんとみささんのインタビューをお聞きください。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。まず簡単に皆さんに自己紹介をしていただけますか？でははい、お願いします。はい、皆さんはじめまして、フリーダイバーの梶真理子と言います。普段は、沖縄の石垣島とフィリピンのパンガラオ島という小さな田舎の町で、フリーダイビングのインストラクターやって、あと、アスリートとして世界の大会に出ております。マーメイドインストラクターをやっておりますミサと申します。はい、私はですね、以前からマーメイドスイムやっておりまして、ようやく最近ね、マーメイドさんが増えてきたということで、今はインストラクターとして、大阪、東京、沖縄のこの3拠点で回っております。はい。で、今後はね、海外で活動していく予定もあるので、早速来月はちょっと海外での海でマーメイドをやらせていただくんですけれども、今日はね、こういった名古屋に初外資プールに来て、こんなイベントができてとっても嬉しいです。今回はこれこそ偶然、前回いろいろ他のプール、鈴鹿とかで大阪とかでやっていく中で名古屋に来てよというお声をいただきまして、でマーメイドとフリーダイビングのコラボってなかなかやりたいねなんて言ってたんですけど、なかなかずっとできてなかったので、お互いつながるところ、きれいに泳ぐ、息を長くする、そんなところ共通点もたくさんあるので、今回名古屋でやってみようかというところで外資にやってまいりました。そうですね、はい、かじまりちゃんは、水中モデルのねご指導もされてるので、フリーダイビングにつながる水中モデルのスキルっていうのとね、あとマーメイドってすごく関わりが深いと思うので、今回ね一緒にやるってこういうことになったので、とてもいい機会だと思います。私が初めて海に入ったのは2016年になります。ネットで調べてたら野生のイルカと泳げるんだよっていうのを知って、それで初めて海に入ったら、もうそのイルカが可愛くて、それからこう海に、魅力を感じて、じゃあイルカみたいに綺麗に息長く、泳いでる、いやどうしたらいいんだろうっていうのから、フリーダイビング始めるようになりました。はい、私もですね、かじまりちゃんと一緒で、2016年に、フリーダイビングからデビューしました。はい。というのも、本当に一緒なんですけど、実はイルカと一緒に泳ぎたいなっていうのがきっかけで、フリーダイビング始めました。私もフリーダイビングから始めてはいるんですけれど、実はその後にマーメイドに出会いまして、現在はマーメイドをメインに、たまにはフリーダイビングするんですけれど、実は来月そのイルカとね泳ぐためにマーメイドで海外に行く予定をしています。はい、インストラクターとしては、日本の、一人でも多くの人がこう海を楽しめる、安全に海楽しめるようにというところを思いながら、インストラクター活動しております。アスリートとしては1メートルでも深く1秒でも長く、自分の記録を少しずつ更新していけたらなと思っております。私はですね、日本にこのマーメイドスイムというものをですね、もうたくさん、認知させて、そしてマーメイドスイムの人口を増やしたいなと思ってます。はい。で、最終的にはですね、そのマーメイドさんたちが世で活躍できるような、例えば水中でのショーとか、そういった活躍する機会を与えていければなと思っております。はい、ありがとうございました。お二人ともすごくお話が上手でしたね。インタビューを受ける機会も多いと思うので、さすが離れているなぁと感心しました。私はこの日は黄色のマーメイドテールでトライデントを持って泳いだり、
エイのグライダーで遊んだりと3時間たっぷり楽しめました。今回の練習会の一番の収穫は、ミサさんにダックダイブのコツを詳しく教えていただいたのと、カジマリさんの泳ぎ、ドルフィンキックを間近で拝見できたことです。カジマリさんは水生生物かと思うような全く無駄のない美しい動きでしたね。残念ながら動画がないのですが、しかとこの目に焼き付けましたよ。ミサさんにいただいたアドバイスもさすがインストラクターとして全国に生徒さんをお持ちのだけあって、的確でわかりやすいご説明でしたね。とても勉強になりました。ミサさん、カジマリさん、こんな素敵なイベントを開催してくださって本当にありがとうございました。また次回もイベントがありましたらぜひ参加したいと思っております。ではまた次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。